来年ぐらいから海外で講演をもっと積極的にやっていこうということ、私は全部ボランティアで動くんですけども、それは今回オーストラリアもそうですけども、日本の人は結構多いです。そしてマイノリティですね、こういろんな国から来てる人がいっぱいいますけども、それとアボリジニ、地元の人ですよね、もっとこう低所得といいますかね、もっとこう生活が厳しいでしょうね。そういう人たちが多い中で、その病気、例えば盲腸になってでなると、自分のかかりつけ医のところに病院に行かなきゃいけない。そこで診断書を書いてもらわないと、大きな病院に行けない。大きな病院に行くと盲腸ですよ、盲腸でそこに行ってようやくたどり着いて、ようやくしたら8ヶ月後盲腸ですよ、盲腸でもう一人はこう脳梗塞みたいになって、それで慌てて同じように行ったら4ヶ月後これ普通。それでいて、まず医師に相当のお礼ですよ、もう40万とか80万とか100万とか200万とか言ってましたね。それは医師に同じ金額を病院に、それを出さないとやってもらえない。それでいて治らない。それでいて本人はほとんど顔もいないでっていうやり方ですから、これが大体どこの国も同じですよね。そんな状態ですよ。そんな時に自分でよくすることできるんですから、今回オーストラリア行っても大体半分の人は自分でできるんですよ。 YouTube 見てますから。だからもっともっと今後世界的にこう流し、もっともっと YouTube そういうものを作れば、いろんな病気、今日もやりますけども、自分にいろんな症状があった場合にそれをどういうふうに見つけるか、それを見つけたらどうしたらいいのかということを自分でできるわけですから、私の YouTube が世界中に流れてるわけですから、そしてそれがどこの国でも心配なのは病気症状、そして毎日のように起こるそういう怪我とかそういうことですよ。それに対してどうしたらいいか、病院だって半年先なんて言われたら話にならないですから、それはその場でやって速攻ですから、そんなものないですよね、無料ですからパソコン見ればいいわけですから、そういう活動をしてるわけでしょ。これそういう世界考え方、その地域で病気症状のその日本でじゃなくて、もう今世界が同じ状態になってるんですよ。支配者、日本の支配者が国民に対してやったやり方、それは日本の支配者も韓国の支配者もフィリピンの支配者もどこの国の支配者もそれでまとめて、その上に支配者がいるわけですから、そこから見れば世界の支配者はみんな使われてるだけですよね。今もう世界がそうなっちゃってる。そんな中でもう自分の国がとか自分のとかっていうことを言ってられないですよね。もう間違いなく自分が健康でいたいって言ったって、この空気がそういう人間たちによってもう汚染されちゃってるわけですから、食べるものだってそうだし、まともなものも食べられないっていう中で、どんなふうにじゃあ自分の健康、あるいは自分の病気症状を良くすればいいのかと、一生懸命自分でやっても限界あります。その地域であっても国であっても限界あります。もうそういうふうになっちゃってるんですから、そういう人間から見ればもう全部家畜ですから、家畜なんですよ我々は。家畜の意識あります遅れていいんじゃないですか。人間という家畜ですよ我々は。でも家畜でも自分らしく生きていきたいですよね。しょうがないです。向こうから見ればもう家畜ですから。だからそんな家畜でも自分らしく生まれてきたことの意味で言う必要があるわけですから、自分らしく生きたいなと、それしか言いようがないですよ。いくら頑張ったって届かないわけですから、いくら言ったって向こうから垂れ流しですから、自分が病気にならないようなものを食べようなんてことはできないわけですから、そんな中でじゃあどうそれに対して対応しながら生きていくのかということっていうのは、個人のレベルではもう無理ですよ。やっぱりチームっていうか仲間というか、そういうものが必要なんですよね。それが私は早い段階からそういう考え方を持ってましたから、だから全国的な活動、もう早いです。私はもう早い段階から全国的な活動をしてます。もう10代で日本全国全部行きましたから、113回目の引っ越しこの前やりましたから仕事はもう100越してますから。
最後にご案内です。パソコンはもちろん、スマホでも、移動中や出先で、また家事をしながらでも聞きたいときに聞くことができるポッドキャストを始めました。過去の膨大な音声データから現在の最新情報、そして未来の話に至る内容を網羅してお届けいたします。詳細はホームページをご覧ください。